ちなみにチャーハンはネットで論争が巻き起こるという。そうなんですか。そこに今日はクレアさんが切りかかるみたいな。いや別に切りかかんないです、家庭の定番メニュー制覇、町中華のチャーハンです。皆さん町中華のチャーハンと聞くとこんな感じかなって思い浮かぶ多分味があると思うんですよね。それを家庭で作る。このようなヘラを使って押し付けていきます。押し付けてお米とお米の間に卵が入るようにする。お米を上に上げてちょっとパサッとさせる感じ、これちょっと大事ですね。ちょっと今までのチャーハンから1ランク上がると思うんで。うまい。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは家庭の定番メニュー制覇、町中華のチャーハンです。皆さん町中華のチャーハンと聞くとこんな感じかなって思い浮かぶ、多分味があると思うんですよね。それを家庭で作る。ちなみにチャーハンはネットで論争が巻き起こるという。そうなんですか。そこに今日はクレアさんが切りかかるみたいな。いや別に切りかかんないです、一つの、やり方の提案ですから、それをやっぱり取捨選択するのは視聴者の皆さんですからね。わかりました。はい、よろしくお願いします。はい。では材料紹介です。まず、炊いたご飯ですね。はい、炊いたご飯は熱すぎもダメ、蒸れちゃうんですね、蒸気で。で冷たすぎても混ぜる時にダマになってて、それを潰すって作業が入るんですよ。潰れると当然のことながらお米は粘りが出ます。なので人肌ぐらい、熱々じゃないほぐれるぐらいですね。これ大事です。それから豚肩ロース肉、塩コショウ、調味料が、醤油、みりん、砂糖、それから、白ネギ、また塩コショウを使いますね。ベースの方に味をつけます。サラダ油、にんにく、生姜、あとかまぼこ。かまぼこは正直なところ入れても入れなくてもいいんですけど、僕は入れた方が好きです。とってもチャーハンには合う材料ですね。で卵、こんな感じです。まずにんにく、生姜みじんしていきますかね。結構ね、町中華のチャーハンっていうと多分みんな思い浮かべる店だったり味がありますよね。僕も数少ないレパートリーの中の一つがチャーハン。あ、そうなんですか。それだからあれじゃないですか、いろんな動画を見て作ってるってことですか。そうです。だから論争が巻き起こしてるのあなたじゃないですか。巻き起こるんです。本当ですか。こだわりはありますよね、みんなね。はい。なんかあの人敦賀から帰ってきたらよく喋るようになったな。僕はチャーハンは最初に結構本格的なチャーハンって金満腹さんに教わったんですよ。あ、すごいですね。はい。で金満腹さんは X オージャン入れたんですね。X オージャンで味決まっちゃうって言って、でも X オージャンなかなかね、かつなんかちょっとすごくいいペニンシュラかなんかの X オージャンだったんで、貝柱もしっかり残ってるし、あれだけでねうまみ爆弾みたいな感じだったんですけど、チャーハンはいろいろありますね。作りたいチャーハンの傾向によって作り方が全部違う。はい。でかまぼこ。かまぼこはさいの目かな。今日はパラパラ系なんですか。そうですね。少し水分入るんでちょっとしっとりしてるかな。でも割とパラッとしてますよ。すげえ喋んな。お肉切ります。まず線状に切っていって、お肉はチャーシューって入りますよね、チャーハンに。ど定番だと。でチャーシューの代わりを作るんですね。やっぱりこういう動物性の、強い味の、タンパク質が入ると、それだけで味はまとまりますね。やっぱりいろんな具材が混然一体となって口に入ってくることで美味しいわけじゃないですか。ご飯だけね食べて美味しいわけじゃないので、だとしたらその状況を作ってあげるってことが大事ですね。でさらに横にして、かまぼこと同じぐらいのサイズって言えばいいですかね。はい、そしたら最後にネギ切っておきますかね。あと火入れするんで同じまな板でいいと思います。みじんです。
あと卵ですね。混ぜておきますね。卵塩分ないので、塩味がないのでお塩入れて、ちょっと卵で、パラッと感をつけていくんですけど、当然ご飯に絡むわけじゃないですか。そこにかすかな塩分を入れた方が一体感出ますね。僕は必ずここで少し塩分入れます。それでは豚肉に味をつけていくんですが、先に下味を塩コショウでつけておきます。この全体混ぜてちょっと揉んで、これをフライパンにのせて、火をつけます。で今日豚バラの焼肉を使ってるんで油多いので油引かずとも油出ます。でこの間にお砂糖とお醤油でみりんは軽く混ぜておきます。ちょっとお砂糖溶かしておきましょうね。本当に表面に味付けるって感じですかね。で焦げ目をつけながら火通していきますね。今このサイズなんですぐ火は通るんですけど、焦げ目つけてあげてその後にお醤油入れてあげた方が焦げ目に味が入りますね。お醤油チャーハン自体の味のためにお醤油入れるというよりは肉の味にお醤油入れたいって感じですね。焼き目ついて色変わってきたらここで先ほど混ぜた調味料入れていきますね。ここで含ませていきます。でここで調味料の水分量がある程度残っているとチャーハン自体にちょっと影響しますね。なので、結構ちゃんと飛ばしてあげるイメージで混ぜ続けないと調味料の量が少ないので焦げます。である程度までいって調味料が飛んで全体今テリテリしてる状態だと思うんですけど、これ以上やると油が今度浮いてくるんですね。なのでもう調味料がほとんどない表面に付着しているだけの状態で止めます。この状態ですね。はい、じゃあ豚肉が味がついたらちょっと一回外しのちょっと大きめのフライパンにしますね。で火をつけます。まずここでサラダ油結構しっかり入ります。っていうのは卵は油吸うんですね。でにんにく生姜みじん先です。本当ねチャーハン上手な人って卵だけでも旨味のあるチャーハン作りますからね。卵と塩と油だけで。昔よくね行きつけのバーのマスターがもともと中華料理で働いてて砂糖のご飯買って卵買っていくと作ってくれたんですね。それを深夜3時ぐらいに食べるっていう、はい、香り立ったらここからはスピード勝負です。香り立ったらまず卵流してまだ全然火が入らないうちにこの上にご飯のせてこのようなヘラを使って押し付けていきます。押し付けてお米とお米の間に卵が入るようにする。で卵の表面にうっすら火が入ってきたら一回ここで折り返します。折り返してもう一回押し付ける。で火加減がすごく大事っていうことよく言われますけど、強火じゃない超強火じゃないとできないでしょって言われるんですけど、これ少し強めの確かに、卓上コンロではありますが、今日のこの食材のラインナップだったらまずその家庭用の火力で全く問題ないです。こうやってまず焦げ目ついていきますね。この押して混ぜる押して混ぜるを少し繰り返します。もうねだんだんパラッとしてきましたよね。このように混ぜてこう回転させる感じ。本当にパラッパラッとさせたいんであれば2合で 300cc で炊くんです。通常お米2合に対して同量の 360cc なんですけど 60cc 減らして炊くと中までちゃんと火が入ってるんだけどお米自体がもうパラッとしてるんですよ。
それはもう絶妙にパラッパラになります。でもパラッパラすぎるんですよね、ちょっとね。さあいいかな。このなんとなくちょっと少し上に上げる、お米を上に上げてちょっとファサッとさせる感じ、これちょっと大事ですね。この返しは大事かもしれない。全体パラけたら先ほど炒めた豚肉、それからかまぼこ入れます。で全体合わせるように混ぜていく。この動きも結構簡単なんですよ、慣れると。こういうふうに振りながらここ真ん中だけ動かすんです、こうやって。で少し、お肉についたお醤油が出てくるので少し茶色くなりますね。ここでお塩、全体にダマにならないように、ムラにならないようにお塩して、黒胡椒でさらに混ぜます。でこれが苦手な方はもうずっとこうやってください。とにかく混ぜる。で混ぜる時もこうやってやるとお米潰れちゃうんで粘り出ます。なのでこうやって横にする時にはこうやって持ち上げてこうやってやる、持ち上げてこうやってで全体合わさったら最後にネギ入れて、ネギに火入れをしすぎないためですね。でさっと混ぜます。で完成です。普通にねお皿に盛り付けていただいてもいいんですけど、せっかくなんでちょっと町中華気分というかね、からかわせて、はい、完成です。うまい。お肉に下味しっかり入ってますからやっぱチャーシュー感が出ますね。でかまぼこはねやっぱり効いてるんですよ。うまい。今日調味料って豚肉の下味とちょいみり砂糖、それから塩コショウだけなんですけど十分美味しい。でちゃんと町中華のチャーハンです。ちょっと今までのチャーハンから1ランク上がると思うんでぜひやってみてください。ごちそうさまでした。これで論争に巻き込まれますね。はあ、今日だからどうだったんですか、ご覧いただいて。いや醤油入れようと思いました。だから醤油入れるってだから下味として醤油入れてるんで醤油チャーハンに入れちゃダメですよ。あ、ダメなんですか。ダメですよ。米入れてから醤油入れちゃいけないです。ダメです。だってレシピ通りじゃないじゃんそれ全然。そうちょっと簡略化しようかなんでそうすんの。それは論争起きますよそれ。そこは根本的に心根が間違ってるんでそこから直しましょう。ごちそうさまでした。